人生の後半に大きな果実を実らせることができるんだと思います。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は紅葉シーズン間近ということで、大器晩成型の人が幸せになるために大切なことを植物から学んでみようというお話です。グッドボタンやチャンネル登録、コメントで応援していただけるととっても嬉しいです。SNS でもいろいろ発信していますので、フォローよろしくお願いいたします。では今回は植物が教えてくれる大器晩成型の人が幸せになるために大切な5つのことというテーマでお話ししてみます。そろそろ紅葉のシーズンですね。先日静岡の伊豆方面に旅行に行ったんですけど、山間部の方でもねまだ紅葉していなくて、例年よりあったかいから今年は遅いのかなって感じました。コミュニティの方に写真をアップしていますので、よかったらご覧ください。日本気象協会の発表によると、今年の紅葉の見頃は北日本と東日本では平年並みか例年より遅くなりそう、西日本ではおおむね平年並みということです。今回は植物から学ぼうということなんですけど、樹木って何百年何千年というものすごい長い時間をかけて大きくなっていますよね。私たち人間も若いうちから成功する方もいますけど、年齢を重ねるほどに成熟して人生の後半で成功する大器晩成の方もいます。どちらかというとそういう方の方が多いんじゃないでしょうか。様々な経験を経て自分の進むべき道を見つけられたり、年齢とともに苦労も乗り越えながら人格が磨かれていくからなんじゃないかなって思います。それでね、旅行中に海とか山とか自然の豊かなところにいて、ふと降りてきたメッセージがあったんです。大木のように人間も年月を経て大きくなるために大切なことは植物から学ぶといいというメッセージでした。今これからね紅葉のシーズンということもあって、この時期に皆さんとシェアできると紅葉を眺める時の思いも違ってくるのかなと思いました。では植物から学ぶ大器晩成型の人が人生の後半から幸せになるために大切なことを5つ挙げてみます。まず1つ目は、紅葉と落葉のように手放すこと。植物は太陽の光で光合成を行って必要な栄養を自分で作っています。秋に気温が下がると根っこの働きが弱くなって水分の吸い上げが減ってきます。葉の表面から水分が外へ出ていくのを止めないと植物は乾燥して枯れてしまいます。そのため落葉樹は自分の実を守るために葉っぱを落とすのだそうです。命がけの作業のようですが、植物にとっては溜まっていた大気の汚染物質や体内の老廃物を吐き出すいい機会でもあるそうです。デトックスにもなってるってことですね。厳しい冬を乗り越えるため、また枯れるのを未然に食い止めるために自ら葉を落とします。これってスピリチュアルで大切だって言われる手放しだと思いませんか？人生の冬の時期、どん底の時期にやるべきことと同じなんです。自分にとって本当に大切なものが何かを見極める。そしていらないものを極力手放す、捨てる。身軽になっておくことで次のチャンスが来た時に動くことができます。何かにね必死にしがみついていつまでも手放さないでいると、物事が停滞したり余計な揉め事を増やすだけなんですよね。こだわりとか執着を手放して何度も障害を乗り越えながら強くなっていくことで、人生の後半に大きな実りを受け取ることができます。この落葉の前に葉っぱが赤や黄色に色づくのが紅葉です。植物は葉が落ちる前に葉っぱの成分を栄養として枝側に吸収しようとするんですけど、青色の成分の入った光を受けると有害な物質が植物の組織を破壊してしまうんだそうです。なので植物はそれを防ぐために赤色の色素を作って日の光から守ろうとするので、葉っぱが赤く色づくんですね。冬を越える前に真っ赤に染まる葉っぱって、まるで私たちがね壁にぶつかった時に悩んだり苦しんだりしながら一生懸命頑張ってる時の姿に似ているって思いませんか？本人はねめちゃくちゃ必死で大変なんですけど、頑張っている人の姿って美しく生き生きとして見えますよね。
いつもね、皆さんのコメントを読んでいて、辛く苦しい中でも前を向こうって努力されている方、謙虚に学ぼうってされている方は、とっても清らかで美しい波動をしていらっしゃるなって感じます。ですから木々が赤く紅葉して落葉する姿から、一生懸命に努力することの大切さ、そして冬の時期になったら潔く不要なものを手放すことで、春から新しい芽が出ることを学ぶことができます。その繰り返しで雨風にも負けない強い体を作る、つまり大器晩成となるということです。植物から学べることは他にもこんなことがあります。2つ目は、実るほど神戸を垂れる稲穂かな。このことわざ、誰が言ったのか作者不詳ということなんですけど、有名な言葉ですよね。私たちが毎日食べているご飯、お米がなる稲穂は実るほどに穂先が重たく垂れ下がってきますよね。これはまるで人が頭を下げているように見えます。パナソニック創業者の松下幸之助さんも座右の銘にされていたそうですけど、何かを学び収めた人ほど謙虚さを兼ね備えるようになるということだそうです。学問や技能を収めて徳のある優れた人物ほど謙虚であるということの例えですね。でも自然になかなかそうはなれませんよね。やはり自分を常に律することが大切だと思います。人はうまくいくとつい浮かれて調子に乗って周りの人への感謝の気持ちを忘れてしまうことがあります。相手のことを考えずに自分勝手な行動ばかりの人は周りから人が離れていきます。実るほどに成長するほどに謙虚さと感謝を忘れないようにしたいものですね。はい、では3つ目は、水や肥料はほどほどに。植物を育てているとね、本当に実感するんですけど、水をやりすぎてもやらなさすぎてもダメなんですよね。水をやりすぎると根腐れを起こしてあっという間にダメになってしまいますし、水切れになると枯れちゃいますしね。でね、私これって子育てと一緒だなって思うんです。過保護にしすぎてもダメ、放任しすぎもダメ。最近ニュースでね、闇バイトの事件を見ていると、私の息子よりもね、まだ若い20歳ぐらいの子がね、ああいった事件に巻き込まれていると本当に胸が痛みます。ですから親がね、ちゃんと様子は見てあげて、で子どもの状態を把握してるんだけども、お世話するのはほどほどに、構いすぎないようにするっていうのが大事だと思います。この加減がね、難しいんですよね。子供は本当に大切な存在です。もう愛おしくてたまらないし、で私たち親はもう子供がなるべく失敗しないように、で傷つかないようにってついつい守ってあげたくなりますよね。でもね、やりすぎて干渉しすぎると、子供は怖がりで心配しすぎて傷つきやすくなって、社会に出てから逆に苦労するんです。でも逆に手をかけなさすぎても、子供は愛情不足から様々な問題行動を起こしたりします。ある程度の年齢になったらね、ずっと子供に付き添っているわけにもいかないでしょ。私の過去動画で、心配するより信頼をという動画があります。あれこれ心配ばっかりして口出しするんじゃなくて、子供の力を信じて、そばにいるから大丈夫だよって、見守ってるよって安心させてあげること、何にでもチャレンジができるように縛らず自由にさせてやること、自信を持たせてあげることがとっても大事だなって思います。ですから愛情を持って見守る姿勢はちゃんと見せつつも、距離感を見極めること、手出し口出し、お金の援助などはほどほどに加減するということが大事かなと思います。ですから遠く離れていても気にかけているよってサインをね、出してやることが大事です。幼い時はちょっと頼りなく見えてね、心配でもきっと年齢とともにたくましく強く成長しますよ。でもね、私もついつい子供にね、口を出したくなっちゃうので、常々自分に言い聞かせています。植物が身をもって分かりやすく教えてくれますね。はい、では4つ目は、枝の剪定で風通しよく。樹木の茂った枝を剪定して間引くことで、栄養分が効率よく行き渡って木がよく育つそうです。風通しが良くなり、病害虫を防ぐ効果もあります。剪定をせずに放置してしまうと、必要以上に伸びた枝や葉っぱが風通しや日当たりを悪くして栄養を取り合ったり、病害虫の住処になって枯れる原因になるそうです。これって断捨離にも似てますよね。枝を剪定するように不要なものを捨てることで、身の回りを浄化して悪運を払うのにも似ています。私たちは生きていると、どんどん物や情報、記憶が増えていきます。時々いらないものを整理したり捨てる作業が必要だと思います。
人間関係もまさにそうで、風通しのいい関係が理想的ですよね。閉鎖された空間で人間関係が固定されてしまうと、つい相手をコントロールしたくなったり、上下関係ができてしまったりして、思ったことが言いづらくなります。お互いに本音で話ができて、かつ自分にない考え方でもなるほどねって受け入れる。また新しい人との出会いも柔軟に受け入れられるといいですよね。魂が磨かれて人格的にも成長できると思います。来るもの拒まず、去るものは追わずという言葉があります。人の出入りがあるのは自然なことなんです。ですから離れていく人には執着しないことですね。ご縁があってお互いの波動が合えばまたつながります。風通しのいい人間関係はストレスを減らし、心を穏やかに保つために必要なことだと思います。しがみつかず、寄りかからず、腐らずに、自分でしっかりと根っこを張って立ちなさいって植物が教えてくれます。はい、では最後の5つ目は、果実は適可で大きく実る。秋は果物が美味しい季節ですよね。梨、ぶどう、りんご、冬に向けてみかんもありますね。農家さんたちのおかげで私たちは甘くて美味しい果物を味わうことができます。本当にありがたいことですね。果物は実が大きくなる前に不要な果実を摘み取る摘果という作業が欠かせないんだそうです。一つの木になる実の数を減らすことで栄養が集中して美味しい果物の実が収穫できるということです。もしこの摘果をしないと木に負荷がかかりすぎたり、発育が不十分になったり、病害虫の被害が出やすいんだそうです。これもまた人生の教訓みたいだと思いませんか？たくさん欲しい、全部欲しいって欲張って何も捨てずに全部抱え込もうとするほど手が回らなくなって、結局一つも手に入らないということに似ています。ありのままの自分を認めてコツコツ育てていく。無理をしないで見栄を張らずに、そして焦らずに、あれもこれもと欲張らずに選別して集中して取り組むことで結果が出せると思います。そして毎年その繰り返しでね、木が大きくなっていくのと同じように、私たちも根気よく継続していくことで成長していけます。もともとの才能だけではなくって、自分にとって本当に大切なものが何なのか見極めて丁寧に育てていくことで、人生の後半に大きな果実を実らせることができるんだと思います。植物は雨や風、雪にも耐えながら年々強く大きく成長していきますよね。ただ黙ってずっとそこに立っているだけのようですが、季節に合わせて柔軟に生きるその姿は私たちに大切なことを教えてくれています。これから紅葉のシーズンを迎えますが、皆さんももみじ狩りやぶどう狩りにお出かけすることもあるかと思います。植物が生き抜くためのこうした知恵を学ぶと、また違った景色に見えますよね。私たちも年を重ねるほどにたくましく強く成長して豊かな実りを受け取りたいものですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は植物から学ぼう、大器晩成型の人が人生の後半から幸せになるために大切な5つのことというお話でした。専門的な部分で言葉足らずな点もあったかと思いますが、何卒ご容赦くださいませ。では今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。